昼から飲める背徳感。乾杯。ハイボールの後は夜な夜なエール。泡がやばい。うまい。昼から飲む背徳感、淡路島で飲酒キャンプ。やぽぽー、おゆちゃんです。キャンプでの楽しみは昼からのお酒。明るいうちから飲むのって少し悪いことしてるような気持ちになるけど、贅沢だよな。手を伸ばせば酒もつまみもある。テントの中は実は究極の引きこもり部屋。社会不適合者のわがままキャンプ旅。大阪からどのルートで回るかなかなか決めきれなかったけど、明石海峡大橋を渡って淡路島経由で四国に入るルートに決めました。このルートが吉と出るか京と出るか旅を進めてみないとわからない。計画性ゼロのおゆちゃんは先のことを考えるより今日を楽しむことで精一杯。道中おしゃれなカフェを発見。カフェカランコロンさん。寄り道ばっかするからなかなか目的地に着かないんだよな。コーヒー豆とアイスコーヒーゲット。今日は一瞬県またいで京都のルルケ温泉さんにやってきました。そういえば今年の流行語になったキャンセル界隈。風呂に入らない風呂キャンセル界隈っていう人たちが一定数いるらしい。髪乾かすのめんどくさいし、旅中はお風呂探すとこから始まる。私も風呂キャンしようかなって悩みあるけど、でも一人旅なので万が一カメムシのように自分の臭さで気絶しても助けてくれる人がいないので、なんとか自分を奮い立たせて風呂キャンセル界隈をキャンセル界隈してる毎日です。本日のキャンプ地は豊野にある冒険の森の瀬。ジップラインや本格アスレチックも楽しめるここはファミリー人気が高いみたいだけど、林間サイトは静かでソロキャンプにもおすすめ。恒例の水回りチェック。昔友達を誘ってキャンプした時に水回りがあまりにも汚くて友達を膀胱炎にさせてしまったことがあるので、それ以降キャンプ場探してなるべく気にするようにしてます。ここは大丈夫そうですね。炊事場はここの真ん中の蛇口だけお湯が出るのでありがたい。元は川の水を引っ張ってるので飲むことはできません。駐車場がめっちゃ遠かったです。荷物はこれだけで今日キャンプします。オートサイトもあるけど、おゆちゃんはハンモックしたかったので歩いて入る林間サイトへ。本当はこのリュックだけでキャンプしたかったけど、荷物多い系キャンパー。まだまだ修行が足りなかった。逆に片道7分ぐらいの距離をこの量の荷物1回で運べたのすごすぎる。重すぎて危うく片腕天津飯になるとこでした。撮影で私が一番苦手なのがタープ。正方形の布1枚いろんな貼り方ができるから便利だけど、正解がなくて逆にゴールになかなかたどり着けない。折り紙界隈で一番難しい死神を初めて折った人も最初はこんな気持ちだったのかな。最初から死神目指して折り始めたのか、折っていくうちに死神になったのか気になるところです。もし後者ならおゆちゃんにもいつかタープを死神型に貼れちゃう未来が残されてるかも。今はまだ基本のつるくらいしか折れないおゆちゃんにしては結構いい感じにラインが決まりました。荷物減らすため今日は巻きがハンマー。小さいものから減らして目指せ軽量キャンパー。なんとかタープ完成。お次はハンモック。ハンモックといえば先日実家で両親とご飯食べた時になんでその話になったか思い出せないんですけど、うちの父うなぎが昔の話してる時に、お前がまだ赤ちゃんでハンモックで寝てた時って言ってて、私赤ちゃんの時ハンモックで寝てたのっていう衝撃事実に驚いたとともに、キャンプの英才教育受けてたんだなって喜んでたの。それで母コロッケにどんなハンモックだったのって聞こうと思って話したら、ハンモックじゃなくてバスケットのことだったらしく、うなぎの言い間違いというオチでした。間違える方も信じる方もポンコツすぎて親子だなって思った。そんなしょうもないことでゲラゲラ笑ったハンモックエピソード話してるうちにハンモック貼り終えました。本日のお昼ご飯、マルタイラーメンカップ。初めて見た。いただきます。マルタイラーメンいただきます。ずるずる止まらない。マルタイラーメンの好きなところはズバリすすりやすいところ。引っかからずに一口ですすれると気持ちいい。すする文化がある日本に生まれてよかった。最後はスープの海に溺れて、ごちそうさまでした。夜は焚き火をしながら買ってきたお惣菜と日本酒でしっぽりタイム。お惣菜のささみカツを
焚き火で炙って食べます。半額のお惣菜も焚き火でいぶせば最高の酒のあて。もうちょっとかな。こんなんいただきます。赤い。こんな手抜きご飯でもキャンプなら特別感。本日ニセコの日本酒蔵人酒を飲みます。乾杯。おゆちゃんの喉をリオネジャネイロ。北海道から温存してた隠し酒なだけあってめっちゃ飲みやすい。てかめっちゃ美味しい。甘くて美味しい。辛口好きだけどこれは飲めます。おはようございます。起きたら土砂降りの雨。朝ごはんは鍋焼きうどん。ここでトラブル。なんでかこの後動画に音声が入ってない。原因不明のこの現象にずっと悩まされてます。ずるずる ASMR をお聞かせできないのが残念だけど、鍋焼きうどんは美味しい。スーパーでよく見る100円鍋焼きうどん。上級国民以外は誰しも必ず一度は食べたことあるであろう日本人の国民飯。一人暮らししてた時にお金がなくて毎晩100ロの鍋焼きうどん食べてたら、野菜不足すぎて口内炎が大量にできたので、それ以降は野菜を足して食べるようにしてます。愛知県民のおゆちゃんはお味噌を溶いて即席味噌煮込みうどんにして食べるのも好き。洗い物が出なくてアレンジの幅が広いからズボラキャンプ飯にもってこいなんだよな。朝ごはんの後は地獄の土砂降り撤去。雨設営より雨撤去の方が地獄。雨の時はとにかくイメトレが大事。片付け始める前になるべく無駄に濡れないよう頭の中でシミュレーションして一気に無心で片付ける。唯一の救いは水はけが良かったこと。段取りよく撤去できて一安心。食べ物とお酒と薪が減ったので行きよりは荷物が減ったけど、片道7分の距離を思うと憂鬱。ここも音声が取れてないけど何か真剣な眼差しで切実に訴えてます。困った顔しても誰も助けてくれる人はいないので、水たまりとお友達になって駐車場に戻りました。神戸を抜けて明石海峡大橋を渡り淡路島入り。この日は淡路島サービスエリアで一休み。明日は雨が上がりますように。なんとか雨が上がった。キャンプ場の前にお風呂に入りにユープルへ。リーズブルなのに設備が充実してて、地元の人にも観光客にも人気の温泉でした。この日は高台から海が見える淡路島アウトドアビレッジついキャンプ場さんにやってきました。瀬戸内海が見下ろせるキャンプ場です。本日のキャンプサイト、淡路島から海一望できる。雨降りそうだったからサクッと設営完了。今日はソロベース EX 前幕付きにしました。薪ストーブめんどくさいけどどうしようかな、悩み中。今日の寝床完成。結局薪ストーブインストールしました。雨が降ったらテントに引きこもって薪ストーブで温まりながらゴロゴロ YouTube を見る。手を伸ばせば酒もつまみもあるし、実はテントの中は究極のインドアなんだよな。今日はこのカマンベールチーズを作ってアヒージョを作っていきたいと思います。はい、出来上がったのがこちらです。カマンベールがもう奥底に隠れてしまってなんだかよくわからないものになりましたが、これを今から火にかけていきます。本日ジョッキハイボールです。昼から飲める背徳感。乾杯。うまい。アヒージョいただきます。見た目は終わってるけど果たしてお味は？うまい。ブロッコリーチーズ。アヒージョという失敗しようのない料理、さすがのお家ちゃんでも美味しくできました。ハイボールの後は夜な夜なエールで乾杯。泡がやばい。泡立てにいってる勢いのドバドバ。でもこれが意外といい感じに。ぴったりです。ということで夜な夜なエールで乾杯。おゆちゃんの喉をリオネジャネイロ。炭酸って体にいいらしいからビールの泡も健康食のはず。うまい。今日は森のキャンプサイトの横の見晴らしのいいフリーサイトにテントを張りました。こちらは車乗り入れ OK の区画サイトです。一番見晴らしのいい見晴らしサイト。こちらがフリーサイト。駐車場に車を止めてテントを張ることができます。雨の日でも安心ガレージの中でキャンプできるところと、
今回おゆちゃんが泊まったのがフリーサイトです。めちゃめちゃ景色のいい場所でした。そしてここのフリーサイトからこの森の中を抜けていくと、じゃーん、林間サイトです。ここもねかなり良さそうだったので、また来るタイミングがあったらここに泊まってみたいなと思いました。売店も充実してます。24時間購入可能。シャワー室とお手洗いもめちゃめちゃ綺麗です。シャワー室、ドライヤーもついてます。無料で使えます。洗面も綺麗です。今日は充電サイトを予約していて、ここから引くか、もしくは充電だけだったらここでもいいよっていうことだったので、ここで充電させてもらってます。外は雨だけど中はあったかいということで、ビール飲んでゆく。乾杯。雨にも負けず、いいよねじゃねえの。雨が降ってきたので今宵はテントに引きこもります。この空間はもはやインドア、実家くらい落ち着く。薪ストーブが超嬉しい季節です。薪ストーブあったけー。あわあわ淡路島産の玉ねぎがホイル焼きできました。多分美味しそう。めちゃくちゃパッカーン。味付けはお醤油と鶏にしでいきたいと思います。多分美味しいと思う。これ半分お醤油半分鶏にしで。鶏にしかけすぎなのは突っ込まないでください。ではでは、あわあわたまたまいただきます。うまっ。あわあわたまたまのお供にウイスキー。シェラカップになみなみハイボール。淡路島産の玉ねぎは本当に甘くてウイスキーがよく合う。うまい。玉ねぎ一玉で胃袋満たされるコスパカルパのいい夜。深夜頭が冷たくて目覚める。どうやら前幕の隙間から雨漏りしてるらしい。群幕テントは屋根が浸水しやすいのでここも危ないかも。地面もでっかい水たまり。雨音の騒音よりもテント浸水の危機よりも眠気が勝って気づけば朝が来てた。おはようございます。びしょ濡れコットと寝袋、昨日の大雨も相まって朝起きるとだいたいこんな感じのお部屋テント内となっております。雨が止んでキャンプ日和になりました。おはようございます。今日の朝ごはんは真っ黒けっけのたい焼きです。真っ黒たい焼きを食べます。真っ黒になってしまいましたが、たい焼きとコーヒーいただきます。おいしい。黒いものばっかの朝ごはんの後はお片付け。面倒なので今日は魔法でお片付けしました。ウィンガーディアムレビオーサ。薪ストーブくん、バイバーイ。3、2、1。はい、お片付け完了。淡路島ラストは渦の丘大鳴門橋記念館にやってきました。瀬戸内海を一望できる人気の観光スポット。でっかい玉ねぎ越しの瀬戸内海は脳がバグる景色で好き。ただぼっちのお湯ちゃんには過酷すぎるほど周りはキャッキャワイワイ。一人ぼっちで悪目立ちしてるんじゃないかと被害妄想が止まらないので、トイレの渦の100倍の威力を持つナルトの大渦を学びながらトイレに行ってる友人を待ってるふりしてやり過ごしました。いつまで待ってもトイレから帰ってくる友人はいないので仕方なくぼっちお昼ご飯。人気の淡路島オニオンビーフバーガー。ぼっちにありがたい目の前海のカウンター席。私だけぼっちという現実から目を背けさせてくれる瀬戸内海に包まれながらいただきます。メリークリスマス。あわあわたまたまのオニオンリング美味しい。時のハンバーガーにも玉ねぎたっぷり。具が溢れてくるので初デートで食べるのは難易度マックスのメニューです。今日はスキピのハイボールくんは一緒じゃないのでおゆちゃんは気にせずかぶりつく。ごちそうさまでした。ということで本日もご視聴ありがとうございました。気づけばもう年末、皆さん大掃除は済みましたか？おゆちゃんは作業場兼倉庫が壊滅的に汚かったので片付けしなきゃと思ってた矢先、キャンプギアを乗っけてた棚が劣化で大崩壊。地獄絵図と化した倉庫を最近やっと片付け終わったのでキャンプに行く気力もなく引きこもってます。
ただ次やりたいキャンプのイメトレはバッチリなので、そろそろ動き出そうかな。キャンプレベルも YouTuber レベルもまだまだ底辺な私ですが、これからもクスッと笑える動画をお届けできるよう頑張りますので、チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ではでは、バイバイチー。